どうもこんにちは、革靴のケンです。今回の動画ではナンバー23ニューアンティークオックスフォードを完成します。まずはエイジング加工の様子から、そして最後完成までぜひお楽しみください。まずは染めですね。前回までにこれも靴完成しています。形状としては完成していて、これがねナチュラル仕上げの靴、こういう色で仕上がりの靴であればここから靴磨きをして終わりなんですけど、この靴はここからが本番ということで、これをまず染めて、そして太陽にさらしたりとかちょっとしたダメージ加工なんかもしたりして、使い古したというかね、エイジングしていった雰囲気を出していきたいと思います。今こんな感じでまっさらな状態です。今回制作する3足は時間とこのエイジングっていうのを別の方向から攻めていこうと思っていて、ナンバー22が革の状態でエイジングをさせた後に靴を作る。で2足目ナンバー23が靴にした状態でエイジングさせる。エイジングさせるといっても実際には履いて本当のエイジングをさせるわけではないので、そういったところを人工的にというかね、染めを使って表現しつつ、実際にクリームを何度も塗り込んで磨いて、で太陽の紫外線にさらして色の変化、経年変化をね、そういうので起こしたりというのを疑似的に行いながらやっていきます。この靴まず染めをやっていきます。最初に染めをねある程度やっちゃいたいと思います。というのもですね、今回、これ染め終わってからまだまだ展示会まで時間がたくさんあります。なのでその間に磨いて、そして太陽にさらしてって時間がやっぱり欲しいですね。人工的にただこう仕上げていくだけでは、一般的なこのエイジング加工みたいなのとあまり変わらないと思うので、しっかり時間をかけて自然の力、時間の力も使いながら疑似的にエイジング加工っていうのをしていきたいと思います。なので今回この染料を使ってまず染めるというのは、染料というのは時間が経つと紫外線によって染料の成分のね構造が壊れて色抜け、色あせしたりしますし、染料である程度色をしっかり入れた状態で磨いて、ブラッシングをして磨いてブラッシングをしてっていう摩擦、乳化性クリームとかのこの色の入り具合によっても微妙なグラデーションだったり色の変化が出てくると思うので、先にほとんど色は完成させておきます。後でね最後の方微調整はするかもしれないです。ということでライトブラウンな感じにね染めていきたいと思います。これ黄色の染料ですね。あらかじめいろいろ染め方とか色は実験したんですが、やっぱり数十年経ったようなこの経年変化した色みたいなのを出していきたいので、何度も何度も塗り重ねます。やっぱり一発でいくと色ムラも結構出るし、思った色にね染まらない感じになるんで、薄めた染料を何度も何度も重ねることで深い色合いを出していきます。アルコールで薄めます。よし、じゃあやっていきます。まずは全体同じ色で染めます。ベースの色ですね。どんどんこの後色を塗っていくので、あんまりムラとか気にせず塗っていきます。ちなみに染料の最終的な行き着く先ですねを考えると、やっぱ赤って色抜けしやすいんですよね。看板とか見ても赤がもう真っ白になっちゃってるのって見るじゃないですか、街中で。なので古くなった靴というのは赤みというのは消えるはずです。黒とか濃い色も比較的抜けづらいらしいんですけど、色あせづらいらしいんですけど、それでもやっぱりちょっと抜けて茶褐色みたいになるらしいんですよ。つまりこの最終的な色の行き着く先というのは茶色系ですよね。赤みのない茶色、それが濃いか薄いかっていうのはもともとの色にもよると思うんですけど、それが最終的な行き着く先だと思うので、そんなイメージで染めます。とりあえず今これベースのね薄い色を全体に入れます。
ちなみにこう染めで言えばやっぱり有名なのはベルルッティだと思いますけど、パティーヌって言ってますね。パティーナ。パティーヌって今染めるという意味みたいになってますけど、別にパティーヌって染めという意味は入ってなくて、調べるとですね、緑青とかね、錆、まさにこの金属の錆や変色みたいなねところとか、あと経年変化による風合いみたいなね意味があるんですね。だから別に染めという意味ではないんですよ。ただそのベルルッティは風合いを出すような染めをしていたので、それをパティーヌと呼んだということですね。だからベルルッティはこの染めの意図として、今のベルルッティとまたちょっと違うんですけど、オルガ・ベルルッティの頃ですかね、こう染めをすごくこう押し出していたというか、当時革新的だったのかなと思うんですけど、あの染めというのは今僕がやっているようなエイジングっていうか、この経年変化で美しくなったこの錆の風合いというかね、使い込んだ状況っていうのを再現ではないと思うんですけど、インスピレーションの源としてああいうことをねやり始めたんだと思います。僕がやってるのは、まさに今そういうことなので、別にベルルッティをね真似してるつもりはないんですけど、やっぱ革をね扱っていると革の経年変化っていうところはやっぱり非常に重要な視点なので、何が言いたいかというと、これベルルッティの真似をしようと思って始めたわけじゃないんですよ。これ全然これをやるときにベルルッティのこの染めをイメージしてたわけじゃ全然ないんですよ。単純にエイジング加工としてこういうことやったら面白いんじゃないかなと思って始めたんですけど、それがなんかふたした時に、これってベルルッティのやってたのと同じなんだなとこうふと思って、ベルルッティが同じとか言うと怒られそうなんで、しかも全然そんな気もないので、あれなんですけど、同じ思考を体験しているようでちょっと嬉しくなりますね。なのでベルルッティに負けないような面白いね、美しい素晴らしい作品をね生み出したいなと思います。このベロですね、ベロも染めないといけないですね。でライニングも一緒に染まっちゃうので、これ今ね見えづらいんですけど、裏側マスキングしてます。ライニングがマスキングしてあります。だいたいね全体が黄色く染まりました。これでも結構いい感じの雰囲気になってるんですが、ここからさらに風合いをつけていきます。でその時に考えることは、色の濃淡がどうできるべきかということなんですけど、色が濃い部分、つまり色抜けしない部分だったりとか、色が濃く残る部分ですね。じゃあ色抜けする部分、履き地案とか基本的に色抜けする傾向にあると思います。これは経験的にもそうなんですけど、履き地案のところを屈曲してよく動いてオイル分とか抜けるし、染料が成分が壊れるのかわかんないですけど、ニュートラルのクリームだけを使っていくとちょっとね色が薄くなる傾向がありますね。履きじわの部分、そしてかかとの内側とかね、こういうところは靴同士で擦れたりするんで、あと服に擦れたりとかして結構表面が擦れて、そっちにねオイル分とか持ってかれたりとか、単純に摩擦で表面の塗料が取れるで、ちょっと色が薄くなることがあるかなと思います。逆に黒い筋とか入ったりもするんですけど、ソールのインクとかがね吸ってついちゃって、でも全体的な色としては薄くなると思います。だからつまり、よく動く部分と削れる部分っていうのは色が薄くなると思います。つま先も同じですね。つま先も結構ぶつけるんで、あんまり磨かないまま履いてたりとか、ニュートラルずっとやってるとつま先この辺ってちょっと白っぽくなりますよね。でもこれ大前提として革の種類にもよります。クロムなめしとタンニンなめしによっても違うし、もともとの革の色によっても違うので一概には言えないんですけど、傾向としてそういうのがあるのかなと思いますね。逆に色が濃くなる部分っていうのは、このベルトとアッパーの間、この辺やっぱりホコリが溜まりやすい、そしてクリームも溜まりやすかったりするんで、そこに溜まったクリームとかねちょっと濃く見えたりとか、あとこのステッチとか穴飾りだったり、ここも汚れやクリームって溜まりやすいのでちょっと黒っぽく見えがちですよね。そんなイメージを持ちつつ濃いところを染めていきます。この辺はあんまり色が抜ける要素がないというか、割と濃く残りがちだと思いますね。あんまり屈曲みたいな動きはしないし、擦れることもないですね。
そしてトラウザーズに結構隠れている部分なので、紫外線の影響もまあ多少ですけどね、少ないのかなと思います。なのでこの羽の部分は少し濃くなるはずです。濃くなるというか濃いまま残るはずです。ただ今回やっぱりめちゃくちゃ難しいのが履きじわをつけないということですね。エイジングの、最大のポイントと言ってもいいシワですね。履いた後のこのシワ、この屈曲部以外もちょっとシワいろんなところに入ったりするんで、そういう部分を全くこのエイジングの要素に持ってこれないですね。履きじわつけるっていうのもやろうかなとか思ったんですけど、なんかそれだとね、ただなんていうかそれはそれで面白くないなと思って、履きじわをつけない状態でいかにやっていくかっていうのをやっています。でこれをねやるにあたってたくさんのエイジングした靴の自分の靴だったり靴の写真をねたくさん見たんですけど、やっぱりね履きじわってめちゃくちゃ大事なんですよね。これ改めて思いました。いつも履きじわってがどういうふうに入るのかっていうのは革靴好きの間ではやっぱりテーマになる部分ですけど、で靴作りの時今履きじわをね結構意識して作ったりしますけど、今回改めて履きじわについてというかエイジングについて観察してみた時に履きじわの役割ものすごく大きいですね。先ほど言ったこの履きじわのところ、ここは色抜けをするんだっていうのも結局履きじわがあっての話なので、そこのね色を薄くしておくだけではね本来は違うとは思うんですけど、それはそれでニューアンティークということなので、ね、本当に古くしたらただのアンティークオールドになってしまうので、ニューアンティークというところで普通に履いた状態でエイジングとはまた違ったものにはなると思うんですけど、その辺も面白いかなと思います。ここで染めてる途中なんですけど、ある試みをします。ダメージ加工ですね。これ禁断の一手と言っても過言ではないんですけど、この新品の靴を傷つけてしまう。なんでこれをやるかというと、別に傷をつけたいというわけではないんですよ。でなるべく本当に靴のダメージになるような傷はもちろんつけません。やりたいのは履いていくと道の障害物だったりさまざまなものに擦ったりぶつけたりするじゃないですか。その擦ったりぶつけたりしたところって革のこの銀面がねちょっと傷がついてショックだったりもすると思うんですけど、そこに次またクリームを入れていった時にその傷をついた場所とそれ以外の場所でクリームの入り方が違ってっていう、そういうのが靴全体傷がつく場所っていうのは限られますけど、そういうのがあって経年変化もその傷によって支えられるというか奥行きを生むみたいなところがあると思うんですね。この染料の入り方をランダムな入り方をしてもらうための傷です。なので、ちょっとね靴作りの道具を使って傷をつけます。傷がつくのはやっぱり一番はつま先ですよね。つま先、そしてこの側面、あとはかかとのね、後ろこの辺はあんまりつかないかもしれないですけど、この辺とかね、さっき言ったようなこの靴同士でするとかね、そういう傷がつきやすそうな部分、傷をつけます。使うのはこれ靴作りの道具たちですけど、キリ、コクリ棒、定規ですね。ちょっと使い古したペーパー、ガラス、トンカチ。これでさまざまな傷を軽くねつけていきたいと思います。じゃあまずはトンカチでいきますか。どうしても歩いてると何かにぶつけることがありますよね。それです。トンカチでは靴作りの最中からずっと叩いてるんであれなんですけど、こっちの尖ってる方でいきます。多少のねへこみができます。これでちなみにこれがこの染料の入り具合にどう影響するのか、多少は実験したんですけど、実際にこの靴の上でこの今つけてる打痕や傷にどういう入り方するのかっていうのは僕も分かりません。そしてこれでね切り傷みたいな、切り傷まではいかないです。ちょっとガリッといきます。どうしてもつま先はね駐車場の縁石とか階段とかねさまざまなものに擦る機会があります。これはどうしてもしょうがないです。擦ってしまったらもうそれもそれでエイジングの味になっていくということで受け入れるしかないです。
ただそれを受け入れるしかないではなく、むしろこんな傷ついてくれたらこれエイジング深みが増すじゃんっていう、そういうのを見せられるんじゃないかと思います。摩擦です。あんまり傷というわけじゃないですが、摩擦、こういうのありますよね。グッとツルツルしたものにすることもあると思います。これ定規はですね、傷をつけるほどじゃないんですけど、ちょっと端っこが鋭利なので、これでさっと撫でます。ヤスリは本当直接的なので軽くですね。この靴をね、汚くしたいわけじゃないんですよ。で、これダメージでやれた感じにしたいわけでもない。綺麗に、あくまでも丁寧に履かれていた。ただ時間をかけて、長い間手間をかけて手入れされてきた、その時間、美しい経年変化というのをしっかり履いて、しっかりケアした、愛されて育った美しい経年変化っていうのを出していきたい。こんな感じですね。つま先に擦れ傷のような、こういうのってね、どうしてもついちゃうと思うんですね。ただ本当に皮ってすごくて、多少擦れたぐらいじゃ磨けば本当に元に戻ります。ただ完全に戻るかどうか、それも分からないところなんで、ランダムにつけていってます。とりあえずこんなもんですかね。傷というのは同時に全部つくものではなくて、磨いて傷ついて、磨いて傷ついてっていうことだと思うんで、それも時間の経過とともにやっていきます。そしてこの多少傷がついた状態でまた染めます。見てください。傷の部分ね、やっぱ色の入り方が少し違いますよね。濡れたる状態だとよりはっきり見えて、乾けばね、そこまで違いはないと思うんですけど、そういう微妙な違いの積み重なりでエイジングっていうのは生まれると思います。茶色い靴クリームをミシン目やブローギングを中心に塗り込んでいきます。それ以外の部分にも毛穴に押し込むような感じでクリームを塗っていきます。こんな感じでめちゃくちゃ雰囲気が出ましたね、一気に。ただ全然これで終わりじゃないです。これはこれですごくかっこいいんですが、まだまだ続きます。今クリームをね、結構不均一に塗ってある状態です。これ正直定着性が全然ないですね。なので拭き落とします。これ今やりたかったのは、毛穴の奥だったりブローディングの穴の奥、そして皮の断面付近に茶色い濃いめの色をのせたかったですね。のせるというか押し込むというかね。なので表面に残っている色は取ってしまいます。こっちが色を取った状態。これまだ取ってないですね。クリームを取ってもやっぱりこの皮の断面だったり糸、そしてブローディングの穴の中、傷がついた部分に不均一にね、色が残っていくので、すごく自然なアンティーク感というか、この状態でもものすごく古い雰囲気が出てますね。はい、今こんな感じになってます。何度も色を入れて、そして靴クリームを入れて、またアルコールで色を落として繰り返して何重にも色を重ねてます。ここでこれを使いますね。リーガルアンティーククリームといって、これ靴の仕上げ用なんですけど、ちょっとアンティークっぽい風合いを出すときに使うような、メーカーが使うようなやつですね。これを結構濃いベタっとしたクリーム、靴クリームとは違いますね。これはこの染める用というか、色を入れるようなやつで、ケア用品としてのクリームじゃないです。靴はね、歩いてるとシミできると思うんですよ。シミをつけます。これ今濃いんですけど、このクリーム結構ゆっくり染まる感じなので、少し何分か置いてから拭き取ります。ご飯を食べた時に水が飛び散るとか、雨のシミとかね、たくさん履いていればシミになる原因っていうのはあります。で、普通はやっぱりこういうのなるべくシミつけたくないと思うんですけど、特に薄い色の顔の場合は、僕は結構シミって結構好きですね。
実は僕が靴を作り始めて1足目もこれをやりました。このクリームはなので1足目を作った時に買ったクリームです。拭き取ります。次ソールやります。前回ソール仕上げでしっかりきれいに作りました。これ履いていくとどうなるか、当然ソールは削れるっていうのはあるんですけど、それはやりません。コバがねちょっともうちょっとファジーになってくる、柔らかくなってきますね。角が落ちてくるっていう感じですね。せっかく角はしっかり立てたんですけど、あえて少し丸めます。ここの角をしっかり立てるというのは、靴を作る上で非常に大事なんですけど、あえて丸めます。これ丸まってる状態で作るのと角をしっかり立ててから丸めるのでは違うと思いますね。でやっぱりつま先特にぶつけますよね。ここぶつけますね。そして当然削れますね。擦れます。コバの色少し剥がしましたので、あえて完成させる時に使ったコバインクではないコバインク、別のやつを使います。自分でメンテすることを考えると、製造時と違うコバインク使うことって自分の経験上よくありました。ここまで来たら一旦終わりです。オイルを塗り込みます。度重なる染めとアルコールでの色抜きによってかなり乾燥していると思うので、しっかり塗っていきます。ということでこんな感じでエイジング加工第1弾初期状態が完成しました。映像でパッと見ると、結構綺麗なライトブラウンの靴にも見えるんですけど、よく細部を見ていくとムラ感というか履き込んだ味っぽい雰囲気っていうのはね、ある程度出せてるんじゃないかなと思います。ここから実際に時間をかけて紫外線に当ててクリーム塗って、またブラシで磨いて、そして、軽微なねダメージを与えつつより深みを増していきたいと思います。自分でも最終段階どうなるかまだ分かりません。状態を見ながらやっていきたいと思います。ここから2週間から3週間かけてさまざまなエイジング加工をゆっくり行っていきました。ワックスを塗ったりクリームを塗ったり、そしてブラッシング、乾かしてまたワックス、時には黒いワックスを使って少し汚しっぽくしたりとか、汚れ落としをして一旦リセットしてもう一度やったり、ソールも何度かヤスリをかけて履き込んだ時の擦れ具合を表現したり、ウェルト面の糸も同様です。そしてまた別なコバインクというか染料ですね、これを塗ってみたりとさまざまな手法で時間をかけてゆっくりエイジングさせていきます。その間にはもちろん無色のクリームを使って普通に靴磨きをする場面も何度もありました。ナンバー22のエイジングレザーとともに日光浴をさせています。靴の内側に貼るインソックも少し染めてエイジング加工を施しています。ということで数々のそして長い時間のエイジング加工を行ってここまで来ました。時間としては2週間ぐらいですかね。何度も色を入れてクリームを入れて拭き取ってブラッシングしてというのをいろんな方法で繰り返し、そして日光にも当て、こんな感じになってますね。そしてシューツリーも制作しました。こちら
このシュツリーも同じようにこのニューアンティークな風合い漂うものにしています。これもこう削り、そして仕上げの加工をですね、全部自分でやってます。こういう簡易的な真鍮リング、昔のシュツリーこんな感じなんですよね。そしてそれに真鍮なんですけど、焼いたりいぶし加工をしたりして色をキンキンではなく少しこう古びさせた感じ。ここも真鍮の長板なんですけど、これも同じようにそういった汚し加工ですね、エイジング加工を行っています。これは今の工業製品としての真鍮長板なんですけど、昔のやつってもうちょっと形がラフというか、今のだと逆にピシッと綺麗に精密すぎる、そんな雰囲気も感じたので、少し角を落としたりとかね、あえて作りを悪くしてます。可動としては全く問題ないですけど、この表面的な作りの精度っていうのをあえて精度がないような見た目にしました。あとはこういうですね、エイジング加工、この辺スレだったりとか、ちょっとぶつけちゃったりとか、何度も出し入れすることによってだったりとか、靴から出してる時にぶつけちゃったんで、そんなのを想像しながらエイジングを行っています。これを入れて磨いていくんですが、最後にまずはあれですね、無色のクリームを塗っていきます。このクリームもエイジング中に何度も塗りました。今回これクリーム入れるのも本当に最後の仕上げの磨きということで、皮にしっかり十分なぐらいクリームをしっかり塗ってるんで大丈夫なんですけど、これをね太陽に当てたりとかして乾燥させるような方向のこともやってるので、改めて最後に磨き上げます。ただ仕上げの最後に必殺技をいきたいと思います。今クリームまで塗った状態なんですけど、ここからワックスかけていきます。ただワックスのかけ方、通常であればつま先とかかとですね、芯の入っているつま先とかかとだけにワックスの膜を作ってピカッと光らせるんですけど、この靴の場合ワックス薄く取ってつま先、そしてかかとはもちろんのこと、それ以外のところにも全部塗ります。なぜ通常つま先とかかとにワックスを塗るかというと、ワックスは別に塗らなくてもいいんですけど、つま先とかかとは塗っても大丈夫。なぜかというと芯が入っているので、そこにピカッと光らせた膜を張っても足を入れて靴がね動いた時に割れないんですね。なのでこのピカピカの状態が維持されます。逆に言えばその他の部分、こういうところですね、ワックス塗っちゃうと、ちょっとぐらいならいいんですけど、たくさん塗って膜が張るような感じにすると履いた時に割れちゃいます。それはワックス塗る意味もないですし、見た目も良くなくなっちゃうので、通常であればワックスはつま先とかかと以外に塗らないですね。なぜ今回塗ってるのか、ちょっと見ていてください。そしたら練り生地に持ち替えて水をつけて表面磨きやっていきます。今この皮の上に塗ったワックスを磨き上げて、膜を作っていく状態ですね。はい、こんな感じでこちらの足ワックス全部描きました。このバンプのあたり、この辺までかなりツヤがあります。ツヤがありすぎぐらいツヤありますね。こっちはクリームまでです。これも十分ツヤがあるんですけど、こっちに比べるとツヤは控えめですよね。ワックスをしっかり、もっとやろうと思えばできますけど、この辺までのせるとこんな風になります。ただ今これシューツリーが入ってますね。これシューツリーを取ります。なぜ前面にワックスをかけていたのか。本来はかけないはずなのに、
この分皮が歪むというか、皮を曲げるとワックスが割れます。あえて割ります。少し皮を揉むようにして、ここは揉めないです。硬いです。この揉める場所ですね。この辺とかもあえて揉みます。そうするとこういうふうに細かなシワみたいな感じでワックスが割れて皮の表面にいるのが分かると思います。これがやりたかったんですね。なぜあえて本来ではワックスが割れちゃうからやらないとされていることをやるのかというと、ヴィンテージシューズ、長く履き込まれた靴とか時間が経っている靴っていうのはやっぱりどうしても乾燥だったりとか、革の何度もっていう屈曲で少しずつ変わって、どれだけ丁寧にケアしてもひび割れ、表面の割れっていうのは少なからず発生すると思います。これはその修復不能なクラックっていうことではなくて、表面の細かなひび割れ感ですね。それってやっぱり長く時を重ねた靴でしかないもので、逆にすごくいい状態のこの新品に近い状態の革ってそういうことって起きにくいですね。ただ今回の靴、これ一度も履いてませんので、しかも作ってから1ヶ月とかそんなもんなので、全然そのひび割れが起きる余地って正直ないんですね。ただやっぱりそのひびも含めてこういうエイジングの雰囲気に小さなことなんですけど、少しずつの組み合わせというか積み重ねでオーラが形成されてくると思うんですね。なのであえてワックスを割ることによって疑似的に皮の割れ、経年によるクラックみたいなのを少し表現しています。比べてみるとこちら割った方ですね。どうでしょう。分かりづらいと思うんですけど、実物見ると結構違います。健全な皮の状態がそのまま出てる状態ですね。こちら皮健全なんですけど、表面にワックスが割れていて経年変化で乾燥してそうな風合いです。ちなみにこっちピカピカに磨いた方で、こっちシワ入れてある方ですね。光沢が落ちて微妙にやさぐれた雰囲気になっているのが分かると思います。じゃあ最後に中も微妙にエイジングさせてるんで、中にもクリームを塗って完了です。ちなみにこのライニングはスペシャルでバッファローのカーフ使っています。なんとなくね、ナンバー24のアッパーに使ってるのと同じ色違いの革なんですけど、かなりエイジング感があるというかね、なんかちょっと古めかしい雰囲気があるのでライニングに採用してます。そして最後これ靴紐なんですけど、靴紐もエイジングさせてあります。もう本当に徹底的にやってます。これ普通に使ってるロー引きの平紐なんですけど、もともとこれです。ドレッシーなね茶色の靴紐で普段これ使ってるんですけど、これをあえてちょっとこれだとテカリが強いというか、新品感がかなりあるので、これをまず少し表面をやすってですね、毛羽立たせてですね、表面だけです。なので使用には影響ないぐらいで表面毛羽立たせてから洗って繊維をほぐすような感じにして、その後ロー引きを何度かして、結構今ローが強めな状態です。そうすることによって新品にはないやれ感漂っていると思います。靴紐っていうのは消耗品なので使っていくうちに交換すると思います。実際こんな風格になるまで履き込んだ、前の持ち主という設定があるとすれば、その人はおそらく靴紐の交換を何度かやってると思いますが、靴紐の交換を何度かして、何本目かの靴紐を使い込んだ状態、そんな雰囲気です。それとこれ靴紐入れる前からもう靴紐の跡がついてますね。これもエイジング加工です。これ今靴紐入れるの初めてなんですけど、
靴ってこういうふうに靴ひも当たる部分っていうのは擦れてこういう跡がつきますね。これって靴ひも通してしまえばこの跡っていうのは靴ひもで隠れる。当然ですよね。だからこそ跡がついてる。ですがエイジング加工の一つとしてこんな隠しエイジング加工も行っています。ということでナンバー23ニューアンティークオックスフォード完成しました。今回のこの靴っていうのは非常に自分の中でも挑戦で、こんなにエイジング加工っていうのはやったことなかったので、こんなにというかエイジング加工っていうものもほとんどやったことはなかったし、ここまで本格的にやったことっていうのもなかったので、実際作る前はどんな風になるんだろうなと、完璧な完成形っていうのはイメージしてなかったんですけど、こうやって形になってみて完璧以上の自分で靴を見て何度でもワクワクできる感覚っていうのがあります。それではデザインの解説をしていきます。デザインとしては非常にクラシックな、イタリアのクラシックなセミブローグの靴ですね。イメージとしてはイタリアの老舗ガット、メッシーナ、メルクーリオとかね、その辺の古き良きイタリア靴を作る、そんなシューメーカーイメージしながら制作しています。それをイタリアの紳士、イタリア人じゃないかもしれないですけどがものすごく丁寧に大事に物を使う人で、長い時間をかけてエイジングされてきた靴というテーマでというイメージで制作しました。本当にデザインはシンプル一般的なセミブローグなんですが、特徴としてはメダリオンが少し大きめですね。これはイタリアのクラシックな靴、結構こんな感じのメダリオンのことが多いので、それに倣ってそういうデザインにしました。このエイジング加工は染色だったりクリーム入れたり磨いたり、逆にダメージを傷つけたりとか、そういうのを繰り返しながら年月を重ねるのを凝縮したかのようなエイジングの手法を取りました。全然実際の何十年というエイジングの時間からすると及ばないですし、靴が実際に過ごした時間というのは本当にわずかなんですけど、それでもここまでの奥行き感のある表情を出せていると思います。こういった穴飾りの奥が結構黒っぽくなってます。クリームだったり汚れの蓄積ですね。実際本当にエイジングされた靴でもこれきれいにすることができるんですけど、あえてそこまでは丁寧にケアしてないというか、ある意味では過保護すぎない一般的なケアを長年やられた、そんなイメージなので、あえてこういったところの汚れ感みたいなのは出してます。またミシン糸ですね、かなりクリームを吸って、そしてミシンの糸目と糸目の間、ここにもクリームがワックス成分とかがみちっと入る、ミシン目の間を少し埋めるような感じになっているので、少しミシン目が埋まるような感じもあります。またですね、つま先よく、ここはやっぱり擦るところなので、つま先には擦り傷があったりとか、その他擦りそうなところですね、こういうサイド、靴のサイド、かかとのあたりとか、こういうところっていうのは少し傷が多めに入ってたりします。また色合いとしてはですね、ここ履きじわが入ると色抜けがちなんですよね。なのでこの辺は色が薄めで、後ろにかけて少し濃い感じで、かかととかつま先はぶつけることもあって擦れるので若干色薄めみたいな、そんな感じになってます。それとソールですね。ソール、このコバの角が制作最初完成した時はしっかりあったんですけど、あえてコバの角を削ったり叩いたりして丸めてます。履いていくうちにやっぱりいろいろ地面いろんなところに擦ったりぶつけたりして角って取れていくので、そういうのも表現したりとか、一回ヤスリをかけて色を少し落として、でもう一回入れたりみたいな、そういうのって実際にコバインキを塗ることっていうのは長年のケアにおいては発生するので、色味がコバの色味が均一ではないですね。またこういうところ実際もっとガンガンぶつけると思うんですけど、そこまでやりすぎてもなっていうちょうどいい塩梅でやってるんですけど、こういうコバのところの傷ですね、へこみ傷とかね、すり傷とか、このヒールのあたりにもあります。
ソールのエイジング具合って非常に難しくて、やりすぎてもボロくなっていくので、しかもソールっていうのはオールソールすると綺麗になるので、これぐらいアッパーがエイジングされているとオールソールって知っている可能性高いと思うんですよね。なのであんまりソールがボロボロの状態で履くことはないだろうという想定で、そこまで大きくはやってないです。またソール面ですね。これソール面実際は履いた瞬間から削れていくんで、もうこれってもうすごく綺麗な状態なんですけど、その中でも少し風合いを出すような色合いにしてあります。これをあえて削る意味もなんかあまりない。レザーソールの削りっていうのはエイジングというよりは消耗に近いと思うんで、そこはあえてやることはしなかったです。それと、デザイン的にですね、ここつま先ダブルキャップになっています。ここのバンプパーツ、これはこの下もあります。そしてその上にキャップが乗っかっている状態ですね。なのでこういうふうにガンガン傷がついて、もう本当に破れたりとかって、切り傷すごくついて嫌だなっていう場合はオールソールのタイミングで全ばらししてここだけを付け替えるってことも一応機能的にはできるようにはなってます。ただこれだけやっぱりエイジングさせて思ったんですけど、色が黒だったら別の話ですけど、新しい革つけると全然キャップだけ違う質感になっちゃいますんで、そういったエイジングのこととかも全体の雰囲気とか考えると、これを付け替えるっていうのはあんまりないんじゃないかなとは思いますね。傷も靴のエイジングの良さの一つですので、それもね、傷がついたから嫌だなじゃなくて、傷をも愛す、そんなのがいいかなと思います。今回このエイジング加工を行ってすごく気づいたことがあります。一番大きな気づきは、履くっていうのはものすごく大事なことなんだなと思いました。もちろん僕は履かない靴があってもいいという風な立場をとってます。で、実際そうだと思います。履かない靴、飾っておく靴の良さっていうのもあると思います。やっぱりこうやって靴製作してると、これはもうちょっと飾りたい、履けないですみたいなこと言われる方いらっしゃって、それってすごく嬉しいことで、飾れる芸術作品としても存在できるようなっていうのを追い求めて制作してます。実際これは履きませんって言われたこともあります。それは履き心地が悪いとかではなくて、もうこれは飾ります。で、履くためにもう別なのをくださいみたいな、そういう場合も実際ありまして、それもすごく嬉しいです。僕制作者としてすごく嬉しいです。履くことが全てだと思ってないです。ただ履かないことによって保たれる美しさというのももちろんあれば、履くことによって生まれる美しさもあるということに改めて気づきました。具体的にはやはり履きじわですね。この靴すごくエイジング感あって、もう見るからに古いんですけど、履きじわだけがないのが不思議なくらいに履きじわが欲しいんですよ。これっていうのは履きじわがある靴の経年変化しか見たことがない、当然ですよね、っていうのもあるし、履きじわがここのバンプ部分、この部分に革の凹凸感、立体感を生み出して、革の実際の立体だったりとか、そこに入るクリームの他の部分との差みたいな、そういうのが靴全体に奥行き感をもたらすんだと思うんですけど、だからね、これをエイジング加工していて、この履きじわが欲しいなとすごく思いました。今回はこれ履きじわを入れない上でどこまでできるか、実際には履かない上でどこまでできるかっていうのを試したので、この作品としてはこれで完成ですし、ここからねさらに、履くことによってまた別な枠での完成形っていうのに進んでいくんだと思うんですけど、これはこれですごく満足しています。ただそういうふうにエイジング加工、エイジングというものに改めて向き合うことによって、履きじわの大切さ、そしてやっぱりワックスを割ってたように乾燥による革の変化、劣化とも言えますけど、変化っていうのは革と靴の奥行き感を生むんだなと思いました。履いていくことによってできるクラックって、アッパーの場合修復不可能で、パッチを当てたりもできるんですけど、元の状態に戻すことはできないですね。ソールみたいに交換はできない。なのでアッパーがクラックいったら寿命みたいなのって一つ目安ではあるんですけど、クラックいっても逆にそれこそ履いた証だし、エイジングの証なんですよね。だからクラックがいったら靴がすぐその場で壊れるわけではないので、クラックが入っていながらも
まだまだ履いていく靴っていうのはものすごくかっこよさをねまとうと思います。そのものが持つそのもののオーラっていうのもそうですし、そこまで大切に長く使って愛着を持って、ね、履いているっていうその精神性のかっこよさみたいなのもねあるような気がします。ということでちょっと長くなっちゃってるんですが、このエイジング加工ナンバー23ニューアンティークオックスフォードを作る上で得られるものは非常に多かったと思います。これ今回映像でお見せしてますが、実物見ると本当に1ミリ以下の世界ですごく奥行き感があるんですよ。なんかこの顔のね毛穴一つに表情があるような革の素材の奥深さをねさらに実物で見ると感じられると思いますので、ぜひこちら12月5日から7日にかけて行う東京の展示会、渋谷ですね、岸沢区の展示会にて展示そして販売しますので、ぜひこれ実物見ていただきたい。多分これまでの作品紹介してきた中で最も実物を見ないと伝わらない作品だと思います。ぜひご覧ください。ということで展示会でお会いしましょう。それではまた。